肝斑は主に女性に多く、特に30代以降の女性に多く見られることがあります。による刺激やその異常で徐々にできてくるんですね。私のおすすめは悪化の可能性があるレーザーを当てるのではなく、肌の見直しと治す治療をおすすめします。体の中から肌の状態を良くさせることができます。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビ跡、湿疹などでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、女性のシミで本当に悩んでいる人が多いなーって思う肝斑。肝斑とはどんなものか、肝斑の原因、肝斑の予防方法、肝斑の治療法について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、肝斑について詳しくなれると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。肝斑って何それって感じでしょうか。シミってね、いろんな種類があるんですが、遺伝的にあるそばかす、あとシミに似ている ADM、加齢や紫外線による老人性の色素斑、いわゆる普通のシミですね。その他に今回お話しする肝斑っていうのがあるんですね。美容にお詳しい方ならご存知かもしれないですね。私はっていうと、皮膚科医になるまでは肝斑って言葉を知らなかったので、皆さんがどこまで肝斑をご存知かわからないので、肝斑についてまずご説明しますね。肝斑っていうのはシミの一種で、自分で分かっている方もいらっしゃいますが、頬の骨があるところに左右対称にもやもやっと色ムラやくすみがあって、肝臓の形に似ているので肝斑って名前がついています。突然できるのではなくって、摩擦による刺激やホルモンバランスの異常で徐々にできてくるんですね。肝斑は主に女性に多く見られ、特に30代以降の女性によく見られることがあります。そして厄介なのが、すごーく治すのが難しいタイプのシミなんですよね。肝斑の原因としては複数言われていて、原因っていうのは本当はよく分かっていなくて、主な要因としては摩擦や乾燥、あと日光で慢性的に刺激があることなんかが言われていますが、その他に最も特徴的なのは、妊娠、出産や授乳とかピルを飲んだりとかの女性ホルモンのバランスが見られることがきっかけになることが非常に多いです。なので、ホルモン量が少なくなる閉経してしまったおばちゃんぐらいの年代になると、肝斑は見られなくなります。あとですね、こすってないって聞くと、こすってませんとおっしゃる方がいらっしゃるんですが、よーくお話を伺うと、化粧水をパシャパシャパシャって叩きながらつけていたりとか、泡の洗顔フォーム使ってないとか、本当は高くなくてもいいから泡で出てくる洗顔フォームって本当におすすめなので、ぜひ使ってみてください。紫外線が当たると悪化することが分かっているので、今までは抑えられていたとしても、夏になると肝斑が悪化したっていう方がいらっしゃいます。かなり多くの女性が悩んでおられて、何が正しいのか探されていると思います。なので、ここからしっかり予防などについて学んでいただけたらと思います。じゃあ、肝斑を予防するためどうしたらいいのかなっていうと、私のおすすめは簡単なことなのですが、日焼け止めを使用する、帽子や日傘を利用するとか、とにかく紫外線対策をすることと、摩擦による刺激を減らすこと、あとはトラネキサメ酸やビタミン C の内服を半年ぐらい続けることです。かなり根気はいりますが、一度できてしまったシミって結局はスキンケアを見直さないと、いくら高いお金を払って治療してもまた肝斑ができたら意味がないので、徹底的に摩擦を減らすこと、例えば目の周りをこするとか、タオルでこする、
スクラブを日常的に使う、あとは紫外線にひどく当たる、化粧水をはたいてつけるなどを見直すべきだと思います。糖尿病の方が薬を飲みながらずっと甘いものばっか食べてたら意味がないですよね。それと同じなんです。今より状態を良くして改善するなら、何より大切なことは細かなケアが必要なんです。あとは肝斑があると他の美容治療もしづらくなるので、内服や日頃のスキンケアの見直しはぜひ取り組まれた方がいいと思います。何度も申し上げますが、色味が気になる方はシミ、肝斑に関わらず一生ケアが必要になることをご理解くださいね。しっかり紫外線対策でケアさえすれば、レーザーにお金をかけなくてもいいし、最もコスパがいい治療法なんです。よく肝斑にレーザー治療ってしていいのってご質問いただくんですけれども、結論から言うと肝斑に対して強いレーザー治療はしない方がいいです。例えばレーザーにもいろんな種類があって、シミ取りをするような強いレーザーを肝斑に当てるとどうなるかっていうとですね、炎症後の色素沈着、つまり黒くなって悪化してしまいます。だけどレーザーにもいろんな種類があって、ダウンタイムも少ないレーザー、例えばレーザートーニングのようなダウンタイムの少ないレーザーだと肝斑に対して当てても特に問題はないようです。さらに言うとですね、肝斑を完治させることってとっても難しくて、今より目立たなくするってことを治療のゴールにされた方がいいと思います。あとね、ここを一番覚えておいていただきたいんですけれども、シミが気になるって方のお顔を拝見すると、まばな方が肝斑だけじゃなくって普通のシミが混ざっているんです。肝斑はクリニックによって治療方針が分かれるところなんですけれども、私のおすすめは悪化の可能性があるレーザーを当てるのではなく、肝斑をスキンケアの見直しと内服で治す治療をおすすめします。体の中からお肌の状態を良くさせることができますので、外側からのアプローチだけではなく、美容の内服ってとっても大切なんですね。レーザーなどで刺激を受けた肌を鎮静化させられるので、絶対に美容の内服はした方がいいです。このあたりはぜひ勉強してくださいね。基本中の基本は、なんといってもよく美容皮膚科とかで美容内服セットと言われているトラネキサム酸、シナール、ハイチオール、タチオン、ユベラとかで、外側からのアプローチだけではなく、内側からの治療が大前提となります。シナールはビタミン C がメインで、これにパントテン酸が入っていて、皆さんもご存知だと思いますが、メラニンの生成を抑えてくれて美白の作用がありますが、これ以外にも抗酸化作用が強いので、活性酸素を除去してくれて美肌効果があります。これは有名なので美容の基本ですよね。トラネキサム酸は市販だとトランシーノが有名ですが、抗プラスミン作用があるので肝斑に効果があります。あとは赤みを取る作用があるので、ニキビの後の赤みがずっと残っている方にも効果があります。ハイチオールは L システインが入っていて、メラニン排出効果があるのでシミに効きます。タチオンは白玉点滴で有名になりましたよね。美容だけではなくて二日酔いの改善とか疲労回復の効果も期待できます。ユベラはビタミン E なんですけれども、ビタミン E には抗酸化作用と新陳代謝を高める作用があって、シナールの作用をサポートするんですね。なのでビタミン C と合わせて飲むパターンが多いです。この中でトランサミン、シナール、ハイチオールが三大柱と言われています。三大柱と言われていますが、ドラッグストアでもこのようなものが入ったものが手に入りますし、クリニックに行けない方はぜひ探してみてくださいね。飲み薬はレーザーのようにすぐに効果が出るわけではないですが、地味でモチベーションを保つのは大変ですけれども、飲み続ければ本当に変わるんですよ。それにレーザーの後でも飲み薬を続けることによっていい状態を保つことができるんです。
ということで、今日は肝斑について皆さんにお話をさせていただきました。とにかく覚えてほしいことは、肝斑の治療は忍耐と継続が必要です。焦らずコツコツ頑張ってやるしかないんですね。悪化させる要因は紫外線とこすることです。ここを押さえておいてくださいね。炎症を起こさないようなケアを日々続けてくださいね。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるので、とても嬉しいです。次回はトラネキサム酸についてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。